こんにちは、アンナスです。今日はダイソーの写真が入れられるフォトホルダー、両面使えるっていうやつを買ってみました。これ系は結構最近よく買ってるんですけど、中に写真が入れられるキーホルダーシリーズですね。では手元の方にどうぞ。はい、それではダイソーのフォトホルダー、これに刺繍を入れようと思います。今日は小さな刺繍図案のくるみ割り人形のこの女の子、ちょっと名前忘れましたけど、この子を入れようと思います。これコピーしてで、ちょっとカットしたんですけど、でチャコペーパーはめくると中にインクがついてるので、インクの方を下にして輪を抜けて、で布と紙を一緒に待ち針で固定しておきます。こんな感じで固定すると映ってるかなってこう見えるので、これでトレーサーの細い方で力を入れてなぞります。斜線は写さなくていいです。はい、では写せたので待ち針を外してこんな感じで写ってます。じゃあ刺繍をしていきます。刺繍枠を外して間に布を挟んで、刺繍枠よりちょっとこう大きいので図案が今刺繍したいところ顔からなので、頭のあたりがちょうど真ん中に来るようにセットしてで刺繍していきます。はい、では刺繍糸は使いやすい長さの65センチにカットして準備しています。なので、この中の6本ざっくり取ると6本糸があるんで、この中の1本が1本取りの1本です。で1本ずつ抜かないともつれるので1本ずつ抜いて、で2本取りなので、針に2本セットします。糸通し使う方は糸通しは悪ではないのでどんどん使ってください。そして、1番が顔からですね。で最初並縫いをして始めます。玉留めをしないです。玉留めはしてもいいんですけど、すると裏に玉だらけになってしまうので、最初こういうのを作ります。小さい並縫いを絵の中に入れてギリギリで留めます。で一つ前の穴に刺して、でこの出てるところをハサミで切ります。で顔の部分はまず鼻の一番尖っているところから針を出して横に1本入れます。でこれを基準に上と下と横横に埋めます。で女の子の場合は全部そうなんですけど、後で上から髪の毛を刺すのでちょっと多めにおでこの部分刺しておいてください。だから下書きだとここに髪の毛が来る予定の部分なんですけど、ちょっと髪の毛が来る予定の部分より外側にちょっと多めに刺しておいて、で上から髪の毛をかぶせていい感じにしようと思います。で上部分が終わったら下も続きで刺して、首も横横に首まで刺していきます。
そして、耳はちょっと斜めに向きを変えて刺します。2、3本ぐらいでいいです。あんまりたくさん入れると耳が大きくなるんで。で、耳が終わったら今度肌色の部分全部やりたくなるんですけど、一旦終わらせます。なぜかというと、一つのパーツを作って隣と隣に差し広げていくとバランスがいいんですけど、先に手とか足とか肌色だけ先に刺すとかってやってしまうと、思ったところに、例えばこうやってるうちにだんだんずれてきたりとかするんで、スカートのサイズちょっと長くなったりした時に足が全然見えなくなるとか、なんかいろいろあるので、こういう刺繍って刺しながらちょっとずつ微調整していくものなので、一旦終わらせます。終わらせる時は裏の糸に2回絡めてギリギリでカットすればこれで OK です。で、2番が髪の毛ですね。髪の毛はこれも2本取りで、さっき言ってた顔の部分にちょっと上にかぶせます。で、続きをやるときはもう並縫いしないで、裏にきっかけがあるんで裏の糸に絡めます。で、おでこの一番上のところから耳の付け根のところまで1本渡します。そしてこれに沿って斜めに刺していきます。前髪って感じ。前髪はないですね。前髪だとおかしい。なんか七三とかがセンター分けかって感じで、ちょっとこう左右に流してる感じの前髪ですね。で、こういう感じで埋めていって、でこれが終わったらまたその飛ばしてやらずにリボンを縦に刺して、でこれ耳みたいな感じでこう同じようにやってから、また糸を持ち替えてまた髪の毛を刺すっていう風に丁寧に刺していきます。はい、それでは髪の毛までできたので、今度は襟を刺していきます。襟は横にちょっと布が白いので、白い布に白い糸で全然見えないと思うんですけど、でもこれ袖とかに色が入るとちゃんとこう存在感出てくるんで、これで大丈夫だと思います。なんか図案では奥の襟もやってるんですけど、ちょっとなんか奥の襟やらない方が可愛い感じになったんで飛ばしますそういう感じでちょこちょこ修正しながら、多分襟がね大きすぎたんだと思うんですけど、そういう時はもうなしでもいいとか、ちょっとその判断が初心者の方はちょっとつきにくいかもしれないですけど、適当にここはもういいかなみたいなのは調整してください。そして、腕ですね。こういう L 字に曲がってるものは、この曲がってる部分に最初の基準を入れて、で半分ずつ埋めます。そうすると途中でロング&ショートにしなくていいんで、できればサテンステッチでやりたいですよね。そして細くて長いものはずっと刺していると向きが斜めになったりとか幅が狭くなってきたりとかするので、ちょっとこういう感じでガイド線を入れておいて、で間を埋める。
っていう風にすると幅とか向きとかが保てるのでおすすめです。隣にきちっと刺してできる人もいるんで、そういう人は無理にやらなくても大丈夫です。私みたいにできない方はちょっとガイド線を入れてやるといいですね。でですね、では袖がこう縦に刺さってるんで、ちょっと横向きっていうか、斜めに刺していきます。こうするとこの右端の方がちょっとガタガタするんですよね。わざとガタガタさせますそうするとこの手みたいな手のこの指の感じが出るので、手を刺す時は割とこの向きで刺すことが多いです。でだいたいこんなもんかなっていうぐらいに入ったら、あとこのお人形を刺していきます。これはもう下から積み上げていきます。色変えて横横に肌色とか髪の毛の色とかで、王冠は縦にちょんちょんと刺してっていう感じで、もうここはねざっくりでいいですそこまで多分ここは重要じゃないので、なんか刺さってれば大丈夫って感じですね。今回は女の子がメインなんで、女の子の顔がね今日すごい可愛くできたんでちょっと嬉しいんですけど、なんか日によって体調とかによってもうまくいかない時あるんですけど、ここが重要なんで、ここが綺麗にできたらもうあとは大体でいいっていう感じでいいと思います。じゃあお人形を仕上げていきます。はい、ではここまでできました。で、王冠は後でちょっと金糸でちょっと他にもいろいろキラキラさせようと思うんでちょっと置いてます。そして、丸ですね。丸は放射状に刺します。これ丸の刺し方ってなんかこう横横に全部刺して丸くしてから上からフレンチノット入れてっていうのもあるんですけど、ちょっと今回は放射状に刺していきます。で、真ん中少し開けておいて、これ同じ穴に全部の糸が集中するとあと硬くなって刺せなくなるので、こうやってガイド線を入れます。まず1本作って、でちょっと先にガイド線を入れて、で間を埋める。隣に刺して綺麗に放射になればいいんですけど、なかなか難しいので、放射の場合はこういう感じでちょっとガイド線を入れつつやった方が放射が綺麗に出るかなと思います。でこれをここは全部の円ですね。で左右端っこは半円を作って、とりあえずこれを全部埋めていきます。丸が全部できたので、今度はスカートを刺していきます。でスカートの地の色は白なんですけど、ここ左右アウトラインが入るから大丈夫かなっていう感じなんですが、一気に埋めるとロング&ショートにしなきゃいけなくなるので、ここに茎が後で刺さるんですけど、これを溝として開けます。サテンステッチとサテンステッチの間って同じ色にするとこうやって勝手に溝ができるんですよね。なので、それとその原理を使ってこうやって1列ずつ刺し分けていきます。なので結構刺す量が多くて大変なんですけど、1列目2列目3列目で、下の方は合流してもらって、でももうこの向きで1回刺しちゃったら、ここは刺しやすいからちょっと縦にしようとかそういうのは入れないで、全部このスカートは一つの塊なので同じ向きでどんどん刺していってください。でこれもガイド線とか入れつつやるとやりやすいです。
はい、スカート下も全部刺しました。で次がまあこのままで置いといても可愛いんですけど、せっかくなので、アウトラインステッチで茎みたいな感じ、まあ、だからお花って感じのイメージのスカートなんですけど、まず1目作ります。でちょっと先から出して最初に作ったステッチの真ん中あたりをギュッと押して糸の下に刺します。でまたちょっと先に出して半分ずつ重ねるっていうのをやっていきます。さっき作った溝にずっとやっていきます。で、葉っぱみたいなのがついているので、ちょっと1本だと細すぎるので2本ずつぐらいの感じで、一応なんか左右のお花の葉っぱが入らないといけないので、ちょっとサイズ感は適当に調整してください。あんまり大きくすると隣の葉っぱが入らなくなったりするかもしれないので、ちょっとその辺は調整してやってください。はい、ではもう足も刺繍しました。なのでこのお花の真ん中のフレンチノットを、金糸でやろうかなと思うんですけど、金糸の使い方、普通の25番だとこうやって使いやすい長さの65センチっていうのがあるんですけど、65センチにカットすると途中でぐちゃぐちゃになるんですね。化学繊維だからちょっとこうすぐぐちゃぐちゃになりやすいので、なので1本取りで玉留めもう全然違いますね。で長さも40センチぐらい、あんまり長くしないで、もうちょっとずつちょっとずつ糸を継いでやっていくっていう感じです。じゃあまずフレンチノットからまずやりたいところから出します。で枠を机に置いて少し上を持ちます。で空中で2回巻いて同じ穴に刺します。で引き絞ってから裏から引っ張るとこれで出来上がりっていう感じで、ずっとお花とで王冠とこのお人形のなんか服の上からバッテンみたいなのがあるんで、それもついでにやって、でちょっとこの女の子の服ももうちょっとなんかキラキラさせようかな。この裾にアウトラインとかちょっといろいろ楽しくアレンジしてみようと思います。出来上がったので膜を外してちょっと開けてみます。これ前回と同じっぽいですよね。前回は丸だったんですけど、でもなんか多分違う。あれ前セリアでしたっけ？まあでも割と似たような感じでこう爪があってここで開けて、仕組みは一緒ですね。なんかもしかしたら同じ会社なのかな。で卸先が違うとか。でもこれは推し活グッズとは書いてないんですよね。写真が入れられるって書いてる。じゃあペンで
消しペンで図案を消しておきます。なんかお水で消してちゃんとアイロンかけてやるといいかもですね、こことか。でハサミで切ります。それでちょっと、ペンがこういう時消しペン便利ですね。それで中に入れて、まだちょっと大きそうですね。この横幅が結構広かったかな。もうちょっと切っても、この辺はちょっと微調整して入れながら調整してください。はい、ということでちょっと入れるのにサイズを切ったりとかしてちょっと手間取りましたけど、なんとか入りました。で、今回作って思ったことが、結構今日の図案って同じところ裏に絡めて何回も同じところに刺してて、割とこう込み入った図案が多かったので、ここの厚みが結構あったんですよね。だから若干ね浮いてます。一応締まってるといえば締まってるんですけど、若干浮いてるので、刺繍される方は中に入れる図案をもうちょっとこうペタッとなるような、こんな込み入ってない図案を選ぶか、もしこの図案をやる場合はちょっと裏に絡めるのを同じとこに何回も絡めて、同じところがものすごく厚みが出ないように絡める場所ちょっと変えたりとかしながら平べったくなるようにするといいと思います。結構本当に印刷した薄い写真とかだと綺麗に入ると思うんですけど、ちょっとねやっぱちょっと浮いてます。1ミリぐらい浮いてるかな。これだとちょっとテープとか貼っとくか、もうお家で飾るみたいな感じにしないと、もしかしたら途中でポロッと落ちちゃう可能性もありますね。こんなに厚いとね。でもね、入った感じはすごい可愛くなったんで気に入ってます。久しぶりに人物の図案をして楽しかったです。ぜひ色変えて、なんかお洋服の色なんで結構無限に色が変えられるんで、あと金糸入れたのも良かったかなと思います。この図案おすすめなのでやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと会員制のサイト、毎月の刺繍っていうのをやっているので、もしよかったらそこにも入っていただいて、いろんな図案とか、あと限定 YouTube とかやっているので、みんな楽しくワイワイやってるんで、よろしければよろしくお願いします。あと、ネットショップとか、あとインスタグラムとかSNS もやってるので、よかったらフォローしてみてください。それではさよなら。